さあ、今回もゆっくり野球解説、やっていくよ。今回も12球団の歴史解説なんだよな。まあ最近はずっとこれなんだけどね。それで、今回の球団はどこなんだ？今回の球団は、パリーグ2位の福岡ソフトバンクホークスだよ。ソフトバンクか、携帯で有名なところだよな。そうだね。それに2018年の日本シリーズで、カープが戦った相手でもあるし。まあ、早速解説、行ってみようか。それは、1938年まで遡る。1938年3月1日、南海鉄道を親会社とする、南海軍が結成され、関西の私鉄界では阪神電気鉄道、阪神急行電鉄に続く、3番目のプロ野球球団となった。当時の部員は監督と選手合わせて、14名と人数的にも少なかった。そのため、春季リーグ元井リーグ戦に、参加できない準加盟チーム扱いでのスタートで、その後の秋季リーグ戦からの参加となった。1938年7月22日、南海の初の公式戦となる、第2回読売優勝大会の、対ライオン軍戦が後楽園球場で行われるが、先発の優勢賞が、3回3失点で降板するなど、8対5で敗れている。8月27日に、秋季リーグ戦が開幕し、南海のリーグ公式戦初試合となる、対東京巨人軍戦が行われ、3点を先制される。その後同点としたものの、リリーフで登板した、イクトル・スタルヒンに抑えられた上、決勝のタイムリーも打たれ、4対3で敗れている。この年以降、戦時中ということもあり、主力である選手に招集がかかるなどで、戦力のダウンが度重なり、1944年までの最高順位が4位となっていた。1946年、プロ野球が8球団によって再開されリーグに復帰。球団名をグレートリングに改称した。チームは最終戦まで優勝争いを展開し、11月5日に、巨人がセネタースに負けたことにより、球団初の優勝が決定する。1947年6月1日、旧南海鉄道の事業一切が、近畿日本鉄道から、南海電気鉄道へ譲渡され、球団の親会社も南海電気鉄道へ移行した。これに合わせて、球団名を南海ホークスに改称した。この年、チームは59勝を挙げているが、そのうち半数の30勝が、別所によるものだった。打線は機動力に優れていたが、選手兼任監督山本和人以下、21名という少数精鋭の欠点が目立ち、別所が上位に勝った翌日に、下位に負けることが多く、最終的に首位と19ゲーム差の、8球団中3位となる。1948年、前年の少数精鋭を補うべく、シベリアから復員した、柚木進や木塚忠介などを補強。また、中谷信夫が開幕から12連勝を記録する。そしてチームは、11月8日の対阪急戦に勝利し、2年ぶり2度目の優勝、2位の巨人に5ゲーム差をつける。しかし同年のオフ、エースの別所が、読売ジャイアンツに引き抜かれる事件が発生する。1949年、勝率5割で首位の巨人から、18.5ゲーム差の8球団中4位に終わる。そして、シーズンオフの2リーグ分立で、南海はパシフィックリーグに加盟することになる。1950年、新本拠地として、大阪市内中心部に大阪球場が完成し、自前の球場を確保する。この年は、開幕から全て毎日オリオンズが首位となり、チームは8月に6連敗するなど、首位と10ゲーム差となる。最終的には、15ゲーム差がつき、7球団中2位に終わる。1951年、この年は、シーズン終了後に日米野球が行われるため、シーズン途中で打ち切りとなり、21試合を残し、2位の西鉄に 18.5 ゲーム差をつけて、パリーグ加盟後初の優勝となる。この年は、1塁、飯田徳次、2塁、鶴岡和人、3塁、影山和夫、ショート、木塚忠介からなる、100万ドルの内野陣で他球団を圧倒、長打力に欠けたものの、得点はリーグ最多、失点はリーグ最小であった。しかし、初出場した日本シリーズでは、巨人と対戦するが、シリーズ通して、その内野陣が5盗塁で終わるなど、
得意の機動力が発揮できずに、初戦からの3連敗もあり、1勝4敗で敗れる。1953年、前年16勝の服部武雄と、11勝の江藤忠がこの年は一つも勝てず、柚木進も、16勝を挙げたが、故障で2ヶ月離脱するなど、前年までの投手陣が壊滅状態となった。代わって、2年目の大神武俊が19勝、井上真一が14勝で、投手陣の柱となる。首位が28回入れ替わる混戦だったが、南海が残り試合1とした10月6日に、2位の大英が負けたことで、リーグ3連覇を決める。日本シリーズでは、3年連続で巨人と対戦するも、2勝4敗1分けで敗れる。1955年、この年は、南海が開幕から10連勝で抜け出すが、西鉄と首位争いとなり、25回にわたって首位が入れ替わったが、阪急20勝10敗とした以外は全て勝ち越す。そして、8月24日以降は首位を渡さないまま、10月6日に対西鉄戦に勝利し、2位に9ゲーム差をつけ、2年ぶり5度目のリーグ優勝を決める。99勝は日本プロ野球史上最多記録となり、4度目の日本シリーズで、巨人と4度目の対戦となるが、3勝4敗で敗退する。1956年、チームは、9月まで西鉄との首位争いとなるが、10月6日に西鉄の優勝が決まった。南海は全球団から勝ち越し、かつ西鉄と同数の96勝を挙げたものの、1954年同様に、引き分け5つの差の8球団中2位に終わっている。投手陣は、この年のリーグ規定投球回数230イニングに達した投手が1人も出ず、2年で50勝の拓和が6勝、前年23勝の中村大成が5勝に終わるなど、エースが不在とされ、また打撃陣も飯田、木塚、影山らに陰りが見え始めた。1959年、この年は大米との優勝争いとなり、10月4日に、対大米戦に勝ち、4年ぶり、7度目のリーグ優勝を決める。チームは、38勝を挙げた杉浦正をはじめ、10勝以上投手が4人出ており、杉浦は最多勝、最優秀防御率、最高勝率の投手三冠王を獲得し、最優秀選手に選ばれている。また打者では、杉山康平が首位打者を獲得している。日本シリーズでは、4度の対戦で、いずれも敗退した巨人との対戦となり、杉浦が第2戦以外の3試合で先発、第2戦でも、リリーフで登板するなどの4連投。シリーズ史上初と、球団史上初となる、ストレート4連勝で、1リーグ時代から約11年ぶりの3度目、2リーグ制になってから、初の日本一達成となった。そして、大阪市内の御堂筋で行われたパレードでは、20万人のファンで埋め尽くされた。1961年、それまで最下位争いを続けていた、東映フライヤーズが、水原茂を監督に迎えて躍進、南海と首位争いとなる。10月11日からの南海対東映5連戦で、3勝した方が優勝という状況で、10月15日の試合で南海が勝ち、3連勝で2年ぶり、8度目のリーグ優勝を決める。そして、巨人との日本シリーズでは、2勝4敗で敗れる。この年から、野村克也がパリーグ記録となる、8年連続の本塁打王を獲得し、広瀬義則は初の盗塁王を獲得。広瀬もまたこの年から、5年連続で獲得することになる。1963年、この年、チームは夏場まで首位を独走。5月の時点で2位の東映に、8ゲーム差をつけていたが、オールスターの直前に、6連敗するなど成績が下降。最終的に、西鉄に最大14ゲーム差を逆転され、優勝を逃す。またこの年、野村が右打者として、当時の年間最多本塁打を樹立した。1964年、この年は、東京オリンピック開催の影響で、開幕が3月14日となり、3月を9勝7敗としたものの、31日から5連敗で5位に転落。前半戦は阪急が独走状態で、オールスター前後から追い上げた南海との首位争いとなり、8月には南海が首位に立っている。
そして、9月19日に阪急が東京に敗れたことで、2リーグ分裂後最短で、4年ぶり9度目のリーグ優勝を決める、阪神との初の、関西地区同士のチームの対決となった日本シリーズは、上スタンカの2試合連続完封で制し、4勝3敗で1リーグ時代から数えて、4度目の日本一を達成する。1966年、この年、5月まで26勝12敗で、6月は負け越したものの、以降は全ての月で勝ち越す、西鉄、東映との首位争いとなり、一時 5.5 ゲーム差をつけていたものの、西鉄に追い上げられ、南海が全日程を終了。その後、4試合4連勝が優勝の条件だった2位の西鉄が、10月9日に敗れたことで、南海の3年連続リーグ優勝が決まる。日本シリーズでは、2年連続で巨人と対戦するが、第1戦と第3戦を敗戦。第4戦では、延長14回にケント・ハドリが、城之内からサヨナラ本塁打で勝利するも、第6戦に今季4勝の、増田に5安打完封負けで、2勝4敗でシリーズ敗退となる。1968年、序盤は近鉄が首位だったものの、前半戦終了までに脱落、後半戦は阪急と南海のマッチレースとなり、10月8日の時点で、阪急とゲーム差なしで並んでいた。7連勝で迎えた、10月11日の最終戦の対近鉄戦において、4対6で敗れ、阪急が勝利したことで、阪急と1ゲーム差の2位に終わる。オフに、鶴岡が監督を退任し、後任は飯田が就任した。1969年、この年、開幕2連戦を連続してサヨナラ負けを喫し、序盤を3勝7敗、その後、5割の3位に浮上したが、6月には15連敗を記録。開幕後も広瀬、ドンブレイザー、小池健二など主力打者に、故障者が続出したことにより打線が低調で、パリーグで唯一の、100本以下の本塁打となる85本に終わり、パリーグとなって初の最下位に転落した。監督の飯田は1年で監督を辞任し、後任として、選手兼任で野村が就任する。また、この年のドラフトで、門田博光が入団する。野村は、ヘッドコーチに前年で南海を退団していた、ブレイザーを招聘し、野村 ID 野球の原点となる、シンキングベースボールをスローガンとした。また、この年発生した、黒い霧事件で、南海からは佐藤公弘が、オートレースやお調行為をしたとして、永久追放処分を受けている。1970年、この年は、佐藤道夫がリリーフで18勝を挙げて、期待通りの活躍を見せ、打線が好調だったものの、杉浦、皆川、三浦ら投手陣が精彩を欠き、前半戦はなかなか勝てないでいた。7月28日の時点で首位のロッテと8ゲーム差で、ロッテとの3連戦を迎えたが、1勝1敗1分けで追い上げられず、最終的にチームは、69勝57敗で首位のロッテと、10.5 ゲームの2位となる。そしてこの年、佐藤は、最優秀防御率と、新人王を獲得する。1971年、この年は、2年目の門田が3割、30本、120打点で、初タイトルとなる打点王を獲得するが、チームは首位の阪急から、22.5 ゲーム差の4位に終わる。1973年、この年からパリーグは、全後期制度を導入する。前期は、巨人から移籍の山内慎一が、6月6日にリーグ一番乗りの10勝到達するなど、チームはそのまま前期を優勝する。後期は、対阪急戦で1分け12敗と、1勝もできなかったが、後期はその阪急が優勝し、プレーオフにて阪急と戦うことになった。阪急圧倒的有利の声の中、南海が3勝2敗で勝利し、後期の南海の阪急に対する戦いぶりは、死んだふりとも評された。日本シリーズでは、巨人と対戦するが、1勝4敗で敗退している。そしてこの年が、南海時代最後のリーグ優勝となった。1974年、この年、野村が開幕2戦目で、右膝痛で欠場するなど、主力選手の故障が相次ぎ、前期は27勝28敗10分けに終わる。後期は、開幕からオールスターまで、
7勝3敗と好スタートしたものの、故障者が相次ぎ、ロッテ、阪急との三つどもえの争いとなるが、9月に入り、5連敗するなど後退し、3位に終わる。1977年、開幕戦でサヨナラ負けを喫した後、7連勝で首位に立つが、山内や藤原が故障で離脱するなど、近鉄と阪急に追い上げられて、5月には3位に落ちる。近鉄とは序盤から7連敗するなど相性が悪く、前期は最終的に阪急と2勝差の2位に終わる。後期は開幕から2勝10敗1分けとするなど連敗が続き、8月、リリーフに専念の江夏豊が6試合連続セーブを挙げ、チームの調子は良くなるが、優勝争いに加わることもないまま、後期は3位に終わり、プレーオフには進出できなかった。9月28日、野村の女性関係が問題視され、公私混同を理由に監督を解任される。後任には広瀬が就任。また、この処分を不服として、江夏と柏原純一が退団した。1979年、この年は、荒井博正、片平新作、カルロス・メイ、河野慶光などの3割打者を輩出する。また投手陣では、金城元康は最優秀救援投手、山内の12勝が唯一の2桁勝利となる。チームは、前期5位、後期最下位となり、総合5位に終わる。1980年、この年、ドカベンこと香川信之が入団し、チームは開幕直後は首位争いを演じるも、4月30日から7連敗を喫し失速し、最下位に終わる。門田が41本塁打、投手陣は山内の9勝が最多で、金城は2年連続最優秀救援投手になる。シーズン後、広瀬が監督を辞任する。1981年、野村時代のヘッドコーチである、ブレイザーが監督に就任、投手とシンキングベースボールを掲げた。この年、門田は初の本塁打王、山内、ルーキーの山内幸徳、山内和弘の、トリオザ山内で26勝を積み上げた。チームは、前期5位、後期6位でシーズンでは5位で終える。1983年、この年は、序盤に門田が7試合で5本塁打を放つが、4月18日にデッドボールを受け一時離脱。代わって4番に入った香川が、一時打率4割を超え首位打者となるが、夏場以降は成績を落とし、最終的に規定打席に到達しなかったものの、3割1分3厘、15本塁打を記録する。チームは山内和弘が18勝で最多勝、門田が本塁打王を獲得も、総合力不足から5位に終わる。1984年、この年は、5月まで5割をキープするなど、一時首位に立つが主力陣の相次ぐ故障などもあり、6月には7連敗、オールスター直前には4位としたが、8月には15年ぶりとなる、10連敗を喫するなど、チームは5位に終わる。打撃陣に故障者が多く、外野手転向の河野が、打撃10位に入ったのが最高だった。1987年、この年は、加藤と門田が2000本安打を達成し、藤本が15勝を挙げ対等。チームは前半を3位で折り返し、9月に首位の西武に 3.5 ゲーム差まで迫るが、その後失速し、日本ハムに抜かれ4位に終わる。1988年、この年、球団は創立50年を迎えたが、4月23日に、俺の目の黒いうちはホークスは売らん、と公言していた川勝伝オーナーが死去。新たに就任した吉村茂雄オーナーは、就任早々から球団売却に手をつけるなど、身売りへの動きが進み、9月に大英への球団売却を発表する。そしてこの年が、南海ホークスとしての最終シーズンとなった。この年は結果的に5位に終わるも、門田が44本塁打、125打点を挙げ、40歳の選手としての最高記録を残し、2冠王を獲得、さらに年間 MVP も獲得した。そしてシーズン後に、門田は九州行きを拒否し、オリックスへ、1対3のトレードで移籍した。1989年、この年、チームは4位に終わるも、優勝した近鉄に13勝11敗に分け、2位のオリックスに12勝13敗1分け、3位の西武に11勝13敗に分けと、上位球団と互角に戦い、
最終的に、1位と3位の勝率が2厘差という、パリーグ史上最大の混戦を演出する立役者となった。投手陣では、初の2桁の12勝を挙げた加藤慎一が軸となり、野手では佐々木誠、藤本博史、岸川克也などの新戦力も台頭する。またこの年のドラフトでは、野茂英雄の外れ1位指名で、本木大輔の交渉権を獲得するも、入団を拒否される。1991年、この年、門田が3年ぶりに復帰し、村田克樹が前半戦20勝、池田近房も、ストッパーに転向して活躍するも、前半戦は4位で終える。上位を狙える位置にいたが、村田、本原正治が故障で途中離脱、本塁打を20本打っていた岸川も、離脱したことにより失速し、5位に終わる。1994年、この年、福岡に移転して初めて、優勝争いに加わった。阪神より FA 移籍した松永博美、西武から移籍した秋山、助っ人のケビン・ライマーとブライアント・ラックスラーが加わり、投手陣では、村田の抜けた穴を若田部、吉田豊彦、下柳剛が埋め、ルーキーの渡辺秀一が新人王を獲得するなどしたが、チームは4位となり、A クラス入りを逃した。同年オフ、ドラフトで城島健二を1位指名したほか、FA で西武から石毛博則、工藤公康が移籍した。根本が監督を勇退し、王貞治が監督に就任した。1997年、前年に行われたアトランタオリンピックの野球日本代表で大活躍した井口資仁、松中信彦がドラフトで入団。3年目の城島健二が開幕から正捕手として起用された。前年終盤からマスクをかぶり、この年正捕手になった城島は規定打席到達、3割2桁本塁打を放ち、それまで正捕手だった吉永が、指名打者で3割29本塁打を放ち、国母が打点王を獲得する。しかし、最終的には日本ハムと同率の4位、20年連続の B クラスに終わった。1999年、この年、投手コーチとして就任した、尾花高尾が手腕を発揮する。先発の穴を2年目の長井智弘、星野純次を抜擢し、共に10勝をマーク。同じく2年目の、篠原隆之が中継ぎながら14勝1敗で、最高勝率のタイトルを獲得。藤井が最優秀中継ぎ投手、工藤が最優秀防御率、最多奪三振、シーズン MVP を獲得。そして、若田部がここ数年の不振を脱出し5年ぶりに10勝する。結果、長年課題と言われていた投手力で、福岡移転後初のリーグ優勝を達成。この時、シーズン終了直前まで、総得点が総失点を下回り、史上初の珍事かと話題になったが、最終的には総得点が上回った。サヨナラ勝ち12回は、12球団最多で、さらに日本シリーズでは、中日ドラゴンズを4勝1敗で下し、日本一となった。秋山が日本の本塁打とファインプレーで、シリーズ MVP を獲得し、西武時代の1991年に続き、史上初の2球団での、日本シリーズ MVP 獲得者となった。2000年、この年、FA でエースの工藤が抜けたものの、前年とは逆に打撃陣がチームを引っ張り、リーグ2連覇を達成する。日本シリーズでは、長嶋茂雄率いる巨人との対戦で、ON 対決と話題となった。敵本拠地で2連勝したが、その後4連敗で敗れた。2003年、この年、オープン戦で国母が膝に重傷を負い、シーズンを棒に振ったが、代役として、三塁に入った川崎宗則が活躍する。前年まで、1982年以来21年連続で、負け越していた西武にも、16勝12敗と勝ち越し、全球団で勝ち越して、3年ぶりのリーグ優勝を達成。阪神との日本シリーズを4勝3敗で制し、4年ぶり6度目の日本一を達成した。しかし、優勝パレード直後の11月3日に、国母が巨人へ、無償トレードされることが発表され、多くのファンのみならず選手、関係者からも抗議が殺到した。2004年、この年、松中が打撃三冠王を獲得し、MVP になった。新人の三瀬浩二が抑え投手として活躍し、最優秀救援投手となり、新人王に選ばれた。
レギュラーシーズンを1位で終えたが、この年から新たに導入された、プレーオフ第2ステージで、西武に2勝3敗で敗れ、リーグ優勝を逃した。2005年1月28日、ソフトバンクがダイエーの保有していた球団株式と、公用権を取得し、福岡ドームの使用契約を締結することで、名実ともに福岡ソフトバンクホークスのスタートを切った。また、王監督が球団の取締役副社長兼 GM に就任することも発表された。開幕直後は、ロッテが首位に立つが、セパ交流戦終盤からの15連勝や、本拠地ヤフードームでの12連勝で、首位に立つ。その後は首位を譲らず、王監督時代のホークスとしては最多となる、89勝を記録し1位となる。しかし、前年に続くプレーオフで、城島の負傷離脱、松中の不振が最後まで響いて、2勝3敗で敗れている。そしてオフに、城島がマリナーズへ FA 移籍した。2007年、この年は、前年オフの大型補強により、優勝の最有力候補に挙げられていたが、主力選手に故障者が続出した。チーム打率、チーム防御率が共にリーグ1位だったが、シーズンを通じて波に乗れず、首位日本ハムと、6ゲーム差の3位に終わる。クライマックスシリーズ第1ステージでも、ロッテに1勝2敗で敗れ、4年連続のポストシーズン敗退となった。2009年、交流戦序盤の6連勝などで、2年連続での交流戦優勝を決め、初の交流戦、全球団勝ち越しての優勝を達成した。7月には一時首位に立つが、後半になると、6カード連続負け越しを喫し、10月にはタイパリーグ戦での負け越しが確定し、シーズン3位となった。クライマックスシリーズは、第1ステージで楽天に0勝2敗で敗退した。そしてこの年、摂津正が新人王を獲得した。2011年、この年は、交流戦が始まってから首位に立ち、交流戦を過去最高の18勝4敗1分けの成績で優勝。横浜から移籍してきた内川が、交流戦 MVP を獲得した。そしてチームは、10月1日の西武戦で、2年連続のリーグ優勝を決める。また史上初となる11球団すべてに勝ち越し、月間成績でも一度も負け越すことがなかった。内川が MVP、首位打者を獲得する。クライマックスシリーズ、ファイナルステージでは、西武を相手に3連勝し、4勝0敗として、7度目にして、初の日本シリーズ出場となった。中日との日本シリーズでは、第6戦までお互いにホームで負け、ビジターで勝つという展開で、3勝3敗としたが、第7戦に勝利し、8年ぶりの日本一となった。2014年、交流戦では首位で迎えた最終戦で、2位の巨人との直接対決に敗れ、2位に終わる。9月4日に、12球団で最初のクライマックスシリーズ進出を決めた。チームは、シーズン最終戦でのオリックスとの直接対決で、延長10回裏に、松田宣浩のサヨナラ打で、3年ぶり通算18度目のリーグ優勝を達成した。日本ハムとの CS ファイナルステージでは、アドバンテージの1勝を含む4勝3敗で勝利し、3年ぶりに日本シリーズに進出する。阪神との日本シリーズでは、4勝1敗で3年ぶりに日本一となった。11月1日、次期監督は工藤公康が就任すると発表された。そしてオフに、メッツから松坂大輔が移籍する。2015年、4月を3位で終えるも、5月17日に首位に立つ。前半戦は、2位の日本ハムと 3.5 ゲーム差の首位で終える。8月5日の対日本ハム戦に勝ったことで、マジック38が点灯。9月17日、本拠地での西武戦に勝利し、パリーグ最速でリーグ優勝を決める。クライマックスシリーズ、ファイナルステージでは、ロッテと対戦。シーズン中の勢いそのままに、4勝0敗のストレート勝ちで、2年連続で日本シリーズ進出を決めた。東京ヤクルトスワローズと対戦した日本シリーズでは、4勝1敗で、2年連続7度目の日本一を達成する。2018年、レギュラーシーズンでは、前年の優勝の立役者だった、千賀やサファテ、岩崎等の怪我人が続出し、5月下旬から8月中旬までは、ロッテ、オリックスとの3位争いとなり、8月には一時期借金状態となる。
9月30日のロッテ戦に敗れたことで、優勝マジック1としていた西武の優勝が決定したため、リーグ連覇を逃し、2位でレギュラーシーズンを終えた。クライマックスシリーズ、ファーストステージでは、シーズン3位の日本ハムと対戦して、2勝1敗でファイナルステージへ駒を進める。ファイナルステージでは、リーグ優勝した西武と対戦、4勝2敗で、2年連続18度目の日本シリーズ進出を決めた。広島東洋カープとの日本シリーズでは、シリーズ史上最多の8度盗塁阻止などの活躍を見せ、広島の機動力を完璧に封じ込み、4勝1敗1分けで下し、平成最後の日本シリーズを2年連続9度目の優勝で飾った。そして、日本シリーズ MVP に、甲斐拓也が選ばれるとともに、育成出身史上初の MVP となった。とまあ、こんな感じだね。とまあって、軽く言ってるが、結構編集大変だっただろ。確かにね。でも、この動画を待ってくれている人がいるかもしれないし、できるだけ手を抜きたくないんだよ。まあ、今までにない感触があったから続けてるだけなんだけどな。と言っても、ここまで編集すると結構疲れるから、今回はここまで。次回は、セリーグ3位の読売ジャイアンツだよ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。